あなたは最近誰かの言葉や態度に心を振り回されていませんか？そんな時、アメリカで話題の言葉があなたを救ってくれるかもしれません。それがレッドセム、放っておこう、そうさせてあげよう。たった2語でもこの言葉があなたの心の自由を取り戻します。誰かが批判してきたらレッドセム、無視されたらレッドセム、自分にできるのはレッド ME、 私はどうしたいかだけ。他人を変えようとするより自分の平穏を守る方がずっと強い。今日から心の中でそっと唱えてみてください。レッドセム、それでいい。こんにちは。今日のテーマは他人を手放す勇気です。あなたは最近なんであの人あんなこと言うんだろう、どうして私だけこんな思いをしなきゃいけないの？そんな風に感じたことありませんか？もしかすると私たちは気づかないうちに他人をコントロールしようとして自分の心をすり減らしているのかもしれません。今日ご紹介するのはアメリカの人気モチベーショナルスピーカーメル・ロビンスの最新作ザレッドセムセオリー。世界中で話題になり SNS では人生を変えた2語とまで呼ばれています。その2語とはレッドセム、日本語にすればそうさせてあげよう、放っておこう。たった2語でもこの言葉があなたの人生の景色を一変させるかもしれません。書籍の概要。メル・ロビンスはこの本で他人がどうするかをコントロールしようとすることがあなたを最も疲れさせている原因だと語ります。どうしてあの人は返事をくれないの？なぜ上司はあんな言い方をするの？友人の SNS 投稿にモヤモヤする。こうした小さなストレスの裏側には他人を変えたいという隠れた期待が潜んでいる。でもロビンスは言います。善や風情やレッドセム、人は人、放っておこう。このレッドセムは諦めではありません。無関心でもありません。それは自分のエネルギーを取り戻すための選択なんです。そしてロビンスはもう一つの言葉を体に置きます。それがレッド ME、 レッドセム、彼らにさせよう、レッドミー、私はこうしよう。つまり他人に時間を奪われる代わりに自分ができること、自分が選べることに集中する。この2語のコンビが本書の本質です。例えば誰かがあなたを批判したその瞬間、反論したくなる。でも心の中でレッドセム、整える、そうさせてあげよう。あの人はあの人の世界で生きている。そう思えた瞬間、あなたの心の中に距離が生まれます。その距離こそが平穏の始まりなんです。メル・ロビンスは言います。私たちは自分の人生を取り戻すために他人を手放す練習をする必要がある。この考え方は仏教の執着を手放すにも通じますし、心理学でいうコントロールのはにも似ています。でも彼女の魅力はそれをたった2語で誰でも日常に取り入れられるようにしたこと。それがザレッドセムセオリーです。本の構成と特徴。本書は5つのステップで構成されています。第1章ではメル・ロビンス自身の体験が語られます。彼女は長年人間関係や家族の問題で悩み、他人の期待を満たそうと苦しんできたといいます。ある日、息子が自分の言葉を無視した時、怒りをぶつけそうになった瞬間、心の中でふとレッドヒム、彼にさせようとつぶやいた。それがこの理論の始まりでした。第2章ではレッドセムの原理を心理的な観点から解説しています。人は自分がコントロールできないことに執着すればするほど
ストレスホルモンが増える。逆に手放すことで脳が安全を感じ、思考がクリアになる。つまりレッドセムは脳科学的にも合理的なストレス解放法なんです。第3章からはレッドセムを人間関係、職場、家族、SNS など具体的なシーンでどう使うかが紹介されます。友人が約束を破ったら、上司が理不尽な指示を出したら、SNS で誰かがあなたを批判したら、すべての場面にレッドセムの練習チャンスがあります。第4章ではレッドセムの後に必要なレッドエムリーを扱います。レッドセムは話す力、レッドミーは戻す力、自分の時間、自分の感情、自分の選択を取り戻すプロセスがここで描かれます。そして最後の章ではこの考え方を日常に根付かせるためのワークと習慣化のコツが紹介されています。例えば一日の終わりにレッドセムメモを書く。イライラを感じた瞬間にレッドセム呼吸法を使うといったすぐに試せるツールがたくさん載っています。注目ポイントベスト3。第1位、感情のトリガーをレッドセムで断ち切る。メル・ロビンスは言います。あなたを疲れさせているのは人ではない、反応してしまう自分だ。誰かの言葉に心がざわついた時、その瞬間にレッドセム整える。その2秒の間にあなたの感情のスイッチがリセットされる。この間を作る練習がレッドセム理論の第一歩なんです。第2位、レッド ME で自分を主役に戻す。レッドセムの後には必ずレッド ME が続きます。レッドセム、あの人はそうする。レッドミー、私はこうする。他人の行動は変えられない。でもあなたの選択はいつでもあなたの手にある。誰かが冷たくした時、レッドセム、そしてレッドミーテイクケアオブマイセルフ、私は自分を大切にする。これが自己肯定感を高める最もシンプルな言葉です。第3位、日常の小さなレッドセムを積み重ねる。本書が素晴らしいのはレッドセムが哲学ではなく習慣であること。通勤中の割り込み、上司の八つ当たり、家族の愚痴、SNS でのマウンティング、どんな場面でも使えるミニマインドフレーズ、レッドセム。これを1日に3回意識的に唱えるだけで心の消耗度がぐっと下がるとロビンスは言います。海外での反響と評価。この本は発売直後からアメリカ、カナダ、イギリスなどでベストセラーに。 TikTok ではレッドセムセオリータグで動画再生数がなんと数億回を突破。著名人や心理カウンセラーも次々に共感の声を上げています。メル・ロビンスの本で一番実用的。この2語がセラピーより聞いたレッドセムが私の人生を救った。そんなレビューが続出しました。一方で批評家の中にはこう指摘する人もいます。考え方自体は古代の哲学にもあるストア派のコントロールできないものを受け入れよと同じだと。確かに根っこは似ています。でもロビンスはそれを現代の SNS 時代に再定義したんです。私たちが24時間他人の行動を見続ける時代だからこそレッドセムのシンプルさが刺さる。それがこの本が世界的に受け入れられた理由です。ちなみに2025年10月時点では日本語訳版はまだ発売されていません。つまり今原書で読む人は時代の先取りです。実践アクション。この本を読んで終わりにせず
実際に使うための4つのアクションを紹介します。1、レッドセム、トレーニングを始める。イライラ、不安を感じた瞬間をレッドセムの練習台。2、相手の行動を頭の中でレッドセム、整えるだけで OK。2、レッドミー、リマインダーを作る。スマホの待ち受けや手帳にレッドミーフォーカス、レッドミーチューズと書いて自分に戻る習慣を作る。3、1日1行のレッドセム、ジャーナルを書く。今日どんな場面でレッドセムを使えたか、その結果自分の気分はどう変わったか、わずか1行でいいので書いてみましょう。4、境界線をリスペクトする。レッドセムは何でも許すではありません。自分を傷つける行為や価値観の違いには距離を取る勇気も大切です。それもまたレッドセムの一部なんです。まとめ、メル・ロビンスのザ・レッドセムセオリー。この本が教えてくれるのは、他人を変えるより自分の平穏を守る方がはるかに大切という当たり前だけど忘れがちな真理です。レッドセム、放っておこう。レッドミー、私は私を生きよう。あなたが今日誰かの言動で心がざわついた時、どうか思い出してください。レッドセム、それでいい。その一瞬があなたの人生を少しずつ軽くしてくれます。この動画が少しでも心に響いたら、ぜひコメントで教えてください。今日どんな場面でレッドセムを使えそうか、あなたの体験をぜひシェアしてみましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは海外で話題のビジネス書、自己啓発書、日本語でわかりやすく紹介しています。もし気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。あなたのレッドセムな人生が少しでも穏やかで自由になりますように。